私は今、野蛮でデンジャラスな奥多摩周遊道路にいます。目的地は山梨県某所の集落。この集落は20年前のテレビ番組で3人のおばあちゃんが暮らす限界集落として紹介されていたのですが、現在の様子はわかりません。天空の集落と言われる素晴らしいロケーションで、ネットにはほとんど情報がないので、20年経った今でも人は暮らしているのか、そしてどんな景色が見れるのかをこの目で確かめてきます。その地区は折門村や折門集落と言われるそうですが、Google マップや地図にも出てきません。大体の場所と地名、入り口の写真はあるので、これを元に探していきます。山を越えて狭い林道を抜けなければいけないので、途中で車中泊しながら向かいますね。今回の装備を紹介していきます。数十キロに及ぶ険しい山道を走るので、疲れたらすぐに寝れるようにしてあります。荷物は最低限。ポタ電は 300Wh の小型、洗面道具、調理器具、そして寝具です。天気によっては数日間山にこもるので、非常食も持ってきました。念のためこの後買い出しておきます。そして現在地は奥多摩周遊道路の起点。奥多摩周遊道路に来ました。緊張します。爆走ライダーやドライバーが出没する危険な道路です。道が綺麗で走りやすいので飛ばす人が多いみたいですよ。私自身が事故を起こさないことはもちろんですが、センターラインをはみ出す輩に巻き込まれるケースも多いようなので、細心の注意を払って運転します。早速洗礼を受けながら出発します。上りとカーブの連続でチムニーには辛い道ですが、路面が綺麗で走りやすいです。これはバイクやスポーツカーで来れば楽しそうです。今日は平日なので平和ですが、後ろには常にアンテナ張って、速い車が来たらすぐに譲ります。今回は西東京からスタートして、下道で山梨県に向かいます。目的地は山梨の西の方、ナビにはとりあえず、折門と地名を入れておきます。出発が遅かったので、すでに日が暮れ始めています。目的地までは山を2つ3つ越えなければならないので、途中疲れを感じたり、危険な山道に入ったら無理して進まずに車中泊します。途中、見晴らしのいい駐車場がありました。これが東京なんです。東京にもこんな秘境があったんですね。この後一度市街地を通るので、食料はそこで調達しようと思います。このまま市街地で買い物を済ませて集落まで向かいます。集落までは折八古関線という林道を通るようなんですけど、ここで林道のレビューを見てみましょう。林道は狭くて走行困難。落石はゴロゴロで U ターンもできない。落石多いは下と追いかけっこする羽目になるわで大変。けど眺めは最高なのだ。尖った落石だらけで危険。無事パンクしてタイヤ交換しました。ということで、鹿とパンクには気をつけながら集落手前で車中泊して、明日明るい時間に集落を散策していきますね。いやー、地味にできてよかった。レビュー通り落石が多いので、パンクに気をつけながら進みます。舗装はされていますが、手入れはあまり行き届いていないようで、大きな枝が落ちていたり、崩落しかけている場所がありました。しかもすでに5頭ぐらい見ているので、ぶつからないようにゆっくり走ります。レビュー通りスリル満点の林道です。このまま車中泊できそうな場所を探していきます。到着したんですけど、県外なのとちょっと落石が怖いんで、もうちょっと安全な場所で車中泊していきます。至るところに落石注意の看板があったので、安全のため山を下ったところで車中泊することにしました。明日明るい時間に山を登って集落に向かいます。少し不気味ですが、落石の心配はなさそうなのと、電波もつながるので、ここで一晩過ごします。もはや不審者も来ないような場所なので、一人だけの時間を過ごすにはぴったりです。久しぶりの車中泊旅なので、思う存分贅沢します。久しぶりだ。
ーティーだ。うまい。乾杯。そういえばホームセンターで面白いものを見つけました。電撃で蚊やハエを叩き殺すラケットです。蚊をぶっ殺すために買いました。これで夏も安心です。睡眠時間はしっかり確保したいので早めに寝る準備をします。今日はお風呂に入れないので汗拭きシートで済ませます。これが数日続くとしんどいので明日は晴れますように。知らない地で一晩過ごす車中泊の旅は何回やっても何歳になってもワクワクします。明日の集落散策楽しみ。睡眠時間は驚異の11時間。車中泊史上一番よく眠れました。人っ子一人いない自然の中、すがすがしくて気持ちのいい朝です。今日は集落散策でたくさん運動をするので、超高カロリーホットサンドを食べます。うまい。よいしょ。よし。このまま集落に向けて出発します。今日もどこかで車中泊するかもしれないので、すぐ寝れるようにしておきます。出発します。夜リタイアした林道をもう一度通って折門村に向かいます。夜は恐怖を感じた林道ですが、明るければ楽しいアトラクションです。現在標高 1000m 付近です。折門村はすぐそこですよ。見覚えのあるガードレールの切れ目を見つけました。画像で確認した場所と一致します。徒歩だとクマが怖いので、多少無理しててもジムニーで行きます。ルーフキャリアが枝を防いでくれることを祈って強行突破です。しばらく下ると倒壊しかけている家が何軒か見えてきました。人が住んでいる気配はありません。無人のようです。自然の音以外何も聞こえてきません。20年前、テレビで紹介されていたシーンと同じカットです。後で調べたところによると、3人のおばあちゃんたちはすでに亡くなっているそうです。郷土愛が強いおばあちゃんたちで、80を過ぎても農作業をしながら自給自足の生活をしていたそうです。最後の一人だった女性は肺が悪くなっても村に残り、酸素ボンベを使いながら農作業をしていたそうです。高台にある家は倒壊がひどく傾いています。
今でもかつての住人が訪れているようで、お供え物もありました。旅をしていると、このような限界集落をたくさん見ます。ここも人がいなくなって17年、だんだんと自然に帰りつつあるようです。折門村の景色はしっかりと目に焼き付けて動画に残しておきます。せっかく山梨まで来たので、帰りはヴィーナスラインによって美味しいじゃがバターを食べてきますね。霧ヶ峰に着きました。これからヴィーナスラインに通って帰ります。その前にじゃがバターを食べます。なんか雨雲が来てるみたいで、雷になってる。この後雷雨が来ます。その前に帰ります。いやー、今回はディープな旅になりました。まだまだ気になる集落はたくさんあるので、また車中泊旅をしてきますね。じゃあまたねー。